はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、皆様、実はですね、何でやろうどうしよう、何でやろうまず強さを確かめたいので、EX の上後かな今回、おっこつくん使います。おっこつくんなんだけど、HP30%、これ関係ない、大丈夫だね。はい、トータルダメージカットはないので、まあ、この上後で戦って、その後、呪霊相当戦やってみたいと思います。で、今回なんとですね、皆様、ちょっとびっくり仰天になっちゃうと思うんですが、どこだもしもーし。どこ処刑人処刑人待って、レベルまだ1だ。実はですね、ちょっとこれぜひ動画見ていただきたいんですけど、おっこつくん明日の動画見てください。出るまで無限ガチャしました。もう切れてさ、なんかもう嫌になって切れて無限ガチャしたので、明日ぜひ見てください。まあ、何連引いたかとかね、他はどうなったかとかはぜひ、そちらをご覧いただければ、そちらの動画を見ていただければなと思います。で、おっこつくんがこれで、まあ無凸だからね、こっからまた一凸ね、絶対する。で、まだ残しないんで、そうかしねえにします。こちらはまあ対術術式あるし、45%、45%。まあこれ強いです。まあ、正直ね、オートスキルが、やっぱり今新しい新斬士、オートスキルが強いからいるんだけど、待って。これもいいけど、こっちでもいいな。こっちにしようかな。コマンドスキルに発生して会心率 65% を3ターンすることができる。こっちでもいいかもな。ちょっと必殺技の火力は下がるけど、おっこつくんのちょっと強さを、能力を見るっていう観点ではいいかもしれない。で、おっこつくんといえばやはり磁力ということで、やっぱりゆうきくんは欲しい。ゆうきくんで、まあ、おっこつくんの磁力が常にいっぱいな状態、打てる状態にしておく。で、学長と証拠も、これで完成なんじゃないのじゃあ一応念のため、まあ、教授の、まあ、回復は一応入れとく。でも、必殺ゲージにしときますか。必殺技ガンガン回していきたいんで、紹介一心入れて、まずそれだったらこうかな。これでいきましょう。ゴー行きたくない行きたくない。いや、これはね、おっこつくんはかなりやばいキャラクターになりそうな気がしますね。まずこれは上後やる。その後、呪霊相当戦やってみてどんなもんなのか。いやー、少な声をするのかとか、一突にしたらちょっと少な声とか見てみたいね。どんな感じになるのか、少な相手だとどうなるのかとか、ちょっといろいろ試したいので。じゃあまず、会心上げるだろうね。連続切りは、まあ、会心率アップだけど、会心したらいいけど、まず呪力の放出してみようかな。会心は多分出ると思う。出る想定で、まず一発こっち行っか。これ行きましょう、執行。なるほど。会心出ると、会心カウンター1。で、まず 38. 何%上がる。だから、もう基本的にはもう会心は常に出したい。出るかな出たかクリティカル。出てなくね出てないの今。マジちょっと待って。マジか。当時になっちゃった。マジか。コマンドスキルなんだ。自身に会心率 65% アップしてるよね。もう連続切りするわ。連続切りします。ちょっと会心確実に出そう。まず1回目の会心はやんないと。はい、連続切り。オッケー。クリティカル入ったね。よーし。これで、オッケー。これちょっと見てみようか。会心の上がり幅。情報共有して、モキュブラ。で、ここが、高特性の与えるダメージが、これだね。体術が 37.5% 増加している。あと2ターンって書いてあるけど、多分あれだよね。ずっと毎ターンのはずだから。ちょっとこれチラチラ見ていこうか。次、呪力の放出いきます。さあ、情報共有。ちょっとゆっくりやるか。スピードゆっくりめでいこう。はい。いきます。呪力の放出。はい。うわお 260！ なるほど、強いね。てか、会心入ってないんかい。やっぱりあれか。オートの方が会心入りやすそうな気がするな。で、これ。こういうのですよ。磁力15消費するけど、これ3ターンに1回しか打てんが、
その代わり毎回ずっとこれが打てると。いいじゃん。じゃあモキュブラ壁人戦、じゃあ執行もう一回いくか。執行行きましょう。解析しといたから。はい、情報共有。まあ無突で1突にしたらマジで25% だからね。しかも複合のいいところって術式も体術も上がるっていうところ。317パッと出すか。無突でパッと出せるのえぐっ。まあこれあれだよな、伏黒くんにしたらもっと火力上がりそうな気がするけど。できれば必殺技の時に打ちたいんだけど、決起転生。まだ回しても、まあ呪力の放出に回してもいいけど、こっちに回したいな、術式。これは後にしよう。ちょっと待ってな。これまず普通にする。呪力の放出。それか連続切りで、会心。いやー、まあ、意外と会心出ないな。やっぱりあれか、残死の方がいいのかもしれんね。残死の新残死の常にオートで上がり続ける。290、300。オッケー上がった。ちょっと見てみようか、これ。今3か。カウント3だ。ちょっと見てみよう。なんか残り2ターンってのが気になったから。多分大丈夫だと思うんだけどね。情共有、モキュブラ。で、ここで決起転生して、まだ必殺技溜まってないんかーいってまだ溜まっとらんかったです。ちょっと待ってね。術式が50、もうどんどん上がってってるね。えぐいぞ。オートスキルがやっぱ強いな、おっこつくんは。これあれか、ちょっと呪霊相当戦じゃなくても上後で強さ見れてるね。上後だけでいっか。270何勝で、こっから必殺技打ちましょう。必殺技やばいことになりそうな気がするが、まあ、ブレイク率もあるからね。さあ回復いいですよ。で自分だと 20% 回復。ちょっと領域展開怖いな。領域展開怖いんで、じゃあ好きにばらしてキャッシー、決起転生、まあ一応打つオイデリカ。まあ、ちょっとでも必殺技は 85%、あれだけどプラスはないけどね、今回の残死の関係で。はい、これでデバフもかける。これ大丈夫かな。学長生き残れるかな。連携、次極の番だよね。次極の番多分耐えると思うんだけどな。一応キャッシーでデバフかける、攻撃力デバフかけれてるし。で決起転生して、でちょっと必殺技見てみよう。これゆっくりいきます。どんなも入る。まあでもそんな入んないと思うんだけど。あぶっていうかどんなも入ってる。何本入った。めっちゃ入ったことない。いいね。おっこつくんと1300、1300火力。いや無突、いや何度も言うけど無突ですよ。これ学長やられたな。学長やられたわ。そうだね。これ絶対全体攻撃飛んでくる。これワンチャンみんな死んだ。危なっみんな死んだかと思った今。これもうあれか、回復してっか。いやもう攻めるか攻めよう。まあもう今回はねとりあえずおっこつくんの強さをちょっと見るっていう感じだったから、ちょっと回復とか度外視で今いっちゃったからあれだけど、尻尾を350全体。いやでもこれいいね。ちょっと呪霊相当戦もやっぱやってみるか。やっぱり安定して火力を400万ぐらいか、300何万超えか基本的には。だからそっから 25% が入る。でしかも何よりさっきも言ったけど、言いかけたけど体術と術式どっちも 25% アップなんで、その一突とかってやっぱり複合タイプっていうのはやっぱりそこ強みだよね。一突ってなるだけで 25% じゃなくてどっちも影響されるから、まあ単純 50% になるのかちょっと分からんけど、まあどちらも強くなるということで、じゃあてるてるかな。てるてるさん行ってみよう。てるてるさん今回ちょっとノーマルで10どんささっといけるのかやってみようか。そうしようか。10ささいけるのかチャレンジで。これねおっこつくんのいいや。もうこれ会心。いやでも会心いるかな。必殺技にした方がいいと思うなこれ。でもなんかでも会心はでも出ないと困るか。いやいいわ、これでいくわ。で最初第一スキル使って会心出すは無理やりで、そっからはもう残死とかに頼らずになんかいきます。学んだことを生かせばなんとか
だから最初はここまあ情報共有猛球ブーラ敵陣一戦でここ連続斬りしよう。まず連続斬りする。これで会心を一発入れる。まず1回目入れるだけでだいぶ違うからね。敵陣一戦、まあ、ちょっとハードはまた一突にしたらやる。これでどうだ、クリティカルナイスオッケー。これでまずクリティカル入った。最初火力上げに勤しんでもいいかもしれないね。これ余裕あるんでもう一回連続斬りするわ。ここはあえてもう一回連続斬りしてモキュブラで耐えるでしょ。これ耐えるでおっこつくんで倒せるよね。ビシビシオッケー。さあこれでナイス会心いいね。いいこれでしかも新斬師の能力が確か磁力が60以上だったら毎ターンっていうかターン開始時38とか回復するんだもんね。もうこれいや違う執行行こう。ブレイクワンチャン一発ブレイクとかないか。これ一発ブレイクないか。敵陣一戦いきます。執行敵おお20200万ダメージです。うわ暗黒か。でも暗黒多分ダメだし、いやどうだ、多分これ磁力の放出効くよね。暗黒状態だろうが全体判定になるんだっけこれ。それが単体の場合って単体技になるのか。どうなんだろうこれ。いけるか。オッケー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 。いいね暗黒無視や。いや暗黒無視強いな。はい回復センキューで情報共有モキブラまあいやまだいかんでいいか。7でいくわ。磁力の放出いやこれ連続斬りで火力上げるのもあり。52でしょ。いや行くか。もうちょい行こう。早めに7になっときたいのでこれでブレイクするでしょ。磁力の放出ボーンで次のターン多分倒せる。なんだったらいやこれはここで倒せるだろう。連続斬りで倒せないか。いや倒せるだろう。370でしょ。いける。モキュブラもあるし、連続斬りしてそれかいや連続斬りで会心執行でもよかったら多分会心入ったらこれいけるよな。これで連続斬りいけんかったらマジでやばいけど150はいけるだろ。オッケーオッケーオッケー。あそっかマジか。まあでも多分10はいけそう。10はいけそうだからもう一回いくわ。まあ逆に言うとねどんどんおっこつくんの自爆を上げていくというものよ。よしよしよし。でもそっかまあいいしょうがない。でこれでまあ大丈夫でしょ。残り9ターン10いける10いける。準備はいいか。モキュブラ決起転生おいでりかで今バフどんなもん。バフがカウントそっか会心発動してそっか会心発動してないからどうしよう。まあいっか。会心発動してその間打てるから次のターンまた会心やっぱりオートスキルいるな。そう考えるとさっきのナナミンだとさ3ターンの間だから常におっこつくんが会心を出る環境にしておかないといけないとなると必殺技いるなぁ。必殺技斬師新斬師がいるなんだ。それあれのオートスキルが欲しいでしかもやっぱりこうだと95だからね。さあ8暗黒か。でも大丈夫。学長は暗黒無視。さあ出ましたこれいいよ。自分は 20%でこれ好きにバラしていいようにして必殺技回すか。いいね。出番のキャシーして連携させるでしょ。でどうしよっかなこれ。執行か磁力の放出か。これ会心は今ちょっと待って会心は入ってるよね。 60%。 いいですね。磁力の放出1体だと 90% 上がるのよね。で執行だと140。まあこっちの方が火力高いしブレイク考えるとこっちなのか。普通にこっち行こうか。好きにバラしていいよね。まああとあれだな。今度ゆうきくんがいない状態だったらどうなるのかってのも見たい。ゆうきくんがもし今ゆうきくんがいるからもう磁力パンパンじゃん。あんまりもう今だとゆうきくんの磁力的にあんまり磁力が気にならない。でもここでおっこつくんがもしゆうきくんもし
ここの枠が結城くんではなかったら乙骨くん意外となんか磁力勝利に困るのかとか、そこら辺もまあでもそれはあれだろうな、残死とか会心がどんだけハマるかとかによってもちろん変わってくるだろうけど、磁力の保湿。解析しといたからさあこれは最悪反転してなんとかするが、あブレイクしたオッケー大丈夫ねこれで。さあ残り7ターンもあります。磁力の放出430万強い、これは強い。モキブラ必殺技の時使うか、磁力の放出。もう会心がもう5溜まってる、ちゃんとクリティカルもちゃんと入ってるね。連続斬りを使わずとも、まあ絶対連続斬り使わないと必殺技クリティカル入るわけじゃないから、火力はどんどんで、次の必殺技で倒せるかな多分。執行行こう。で次ででもまあまあ余裕を持って次のターンにしよう。そのそうか死ねをちゃんと発動させて、最後必殺技で結城くんの血気転生と一緒にとどめを刺す。いやもう倒せるから1400万でしょ、いけるそうな気がするけどね。状況油モキブラ、これ攻撃磁力の放出。なるほどね。わかんないな。でも40とか30とかさ、結城くんいなかったら結構な消費量よな。だからまあでも連続斬りも強いからね、その第一スキルも強いので、さあこれで回復、まあちょっと優しいけどね。情報共有して、これでとどめか。900万いけるかな。900万いきたいですねこれ。900万ダメージ多分いける。もう9ブラいけるなこれ。700万は絶対余裕だ。血気転生えい。そしておいでりか。これフィニッシュフィニッシュはないのか。フィニッシュなんか映像はないか。かっこいい。最初な原作見た時マジで乙骨くんね、まあもういいか、アニメでやったから敵になったと思ったからな。よかった生きてたって。あれでさ、もうどんだけのあれ原作見てるし、まあてかアニメからの人もそうだろうけどさ、よかった生きてたってあれで味方なんだみたいなならなかった。僕めっちゃなったんだけど原作見た時に、もう乙骨くん敵なんか正直なんか作戦とかも疑ってなかった。本当に敵になっちゃったと思っててマジで嬉しかったなって。はい、というわけで、ちょっと今回乙骨くん使ってましたけど、ちょっとね結城くんを抜いてどうなるのか最後ちょっとこれやってみたいと思います。ちょっとそのままいきましょう。で結城くんを抜く。結城くんは抜いて、せっかくだったらバッファーにしたいところだけど、バッファーにしたいところだけど、岳岩寺岳岩寺とかでいっか。いや夜はかんわ。夜だと。いやちょっとここかな。これでいきます。できればバフはしっかりかけておきたいので、こんな感じかな。こんな感じでゲームセンター入れて常にバフをかけるような感覚でいきましょう。で乙骨くんこれでいいかな。いきましょう。はい、最後ね軽くちょっとやってみてどんな感じになるのか。最後まではやらないけど、最後までやらずにちょっと全力で攻撃していってみるわ。でまず最初はあれかな、普通にやっていく。サンプル回収指導を直襲付き。ここはまず連続切りして会心をやりたいんで、まずは普通に打つわ。いつものパターン、いつものまだ決まってないんだけど、これで OK 会心入った。じゃあこっからとりあえず1入ったんで、1が一番大事だと思うんだよ。こっからちょっと攻めていってもいいかなっていう感じではある。まだいいよ。執行1回いってみようか。どうだろう、初期磁力はやっぱり多いんでねあれだけど、会心入れば磁力が10回復するので、だからうまく会心が入るか。磁力今上がったっぽいよね。今会心入ったもんね。10回復した情報共有。こっからじゃあちょっとガンガン使ってみよう。もうちょっとあえて使ってみるわ。その無駄打ちまでいかないけど、ちょっと何も考えずに1回磁力の放出。これは今ノーマルだからさあれだけど、最初から攻めないといけない時とかもあるだろうから、それも想定してちょっと戦ってみるけど、でこの辺りで状況油モキブラ折り月打って、これ連続切りとか多分入れないともうやばそうだね。1回打ってみるか。ずっと本気の技というか火力系やばい技を打ち続けたらどうなるのか。はい、磁力の放出。でもクリティカルは入ってるねちゃんと。
で10回復した10回復してでさらにもう1ターン目で打てるからまあ10は回復するで情共有模球グラ毒付きでこれ連続切りしてもあれだけど執行してあ待ってしまった暗黒やんあれ暗黒無視できたっけどうだったっけ暗黒無視できたかあできるかオッケーでピーンしてで必殺技やると呪力が回復するんだよねだからこの必殺技をうまく回していく紹介一心とかあと証拠のこの好きにばらしていいよねこれをうまく組み合わせることによってあれかもこの今も必殺技たまる可能性もなきにしもあらずか紹介一心多分紹介一心してたら証拠たまいやでもたまってはないかなこれで多分たまるはいあたまんねたまるよねたまる大丈夫でピキン攻撃受けなくても今のでピキンで回復してたんででここで必殺技打てるでしょ必殺技打てる命の価値を履き違いにしたりするかでおいで理科するとそうすると呪力がまたグリッと回復するからでそれを繰り返せばいいだけ多分リカちゃんの技はかなり重要になってくるねちょっと待ってくださいよ打たしてよ検証なんだから30上がっちゃったか一応じゃあマイナス10で考えようマイナス10今乙骨くんの磁力は20本来は20でしょ20からこれリカちゃん使うことによって磁力回復量が、80になってやっぱ90リカちゃん会心確定なはずだから90でしょ90になるで今100になってる100になってる状態でまた必殺技がたまる今必殺技がこんな感じ次の必殺技たまるまで、好きにばらしていいよねとかキャシーして必殺ゲージを上げるで紹介一心とかも組み合わせてで執行で必殺会心上げたいけど執行でいいかそれか連続切りしてやってもいいけど磁力足りそうだねこれ全然なんか30とか40とか磁力の管理がてか足りなくなるんじゃないかって思ってたけど全然そんなことなさそうやっぱりリカちゃんのおかげで回せるしでもちろん幻乙骨くんみたいに必殺技打った後はしばらく必殺ゲージがたまらないとかそんなんもないから本当に影乙骨くんみたいな感じで攻撃を回せつつダメージ今こんな感じだね今693まであるでしょでまだ30あるだから残り2ターン残り3ターンはあれか会心が当たればプラス10だからゲトウみたいに20回復することができるでしょそう考えるとまだ磁力の放出ガンガン打てるできれば会心入れたいから連続切りの方がいいかもしれんのだけどこれはもうガンガン攻めてどうなるのかちょっと見たいからはい毒付きしてで磁力の放出540強1099でしょで残り体力磁力が35今開始入んなかったな多分連続切りするかここら辺で一発連続切り打つこうすることによって多分会心は入るでしょで65になるはい会心入ったね入ったで60になるでしょ60になったらもうこっから執行とか磁力の放出してで必殺ゲージがまたこれたまるなんだったら2回打てるかまだあと必殺ゲージあと3ターンの間ぐらいはずっと攻撃続けることができるから執行とか磁力の放出とかだからでさらにここで必殺技のリカちゃんの必殺技打てばまた磁力が回復して同じような感じでできるとでも残念ながらもこれ倒しちゃうんで倒さなかったラッキーこれでちょっとこのてるてる坊主倒さないようにして最後倒しちゃったはいこれはちょっとごめん最後まで結局やっちゃったけど強いですね磁力30とか40で磁力が枯渇するんじゃないかって思ってたけどやっぱり初期磁力乙骨くんの初期磁力プラス会心によって必殺ゲージ磁力回復もできるそしてリカちゃんの磁力回復によってまず磁力がいっぱい回復できてでなかなか消費せずにその間に必殺ゲージがたまる長宗みたいな感じだな長宗みたいな感じで残死によってはずっと高火力な技を出したりすることができるのでこれは強いですね普通に強いやばいこれは乙骨くんだからこれがまだ無突なんだよ1突になったらじゃあどんだけやばくなるんじゃって話だしこれ2突にしたいな磁力プラス10欲しいな初期磁力ちょっとねとりあえず1突には絶対するんでちょっとまた乙骨くん皆さんもうちょっと様子見たい人は見てもいいと思うんだけどどうしても複合ってのがあるんだね
複合っていうのがあるから、その体術トータルダメージカット、術式トータルダメージカットの時は火力が半減になるんで、まあ、そこだけちょっと様子見になるかもしれないんだけど、その代わり1凸になることによって体力、重力、体術、術式体術、どれも25に上がるから、複合の場合は25、25の恩恵が受けられるんで、普通の1凸のキャラクターよりかなり強くなるんじゃないかなと思うので、それはまた1凸の乙骨くんを使ってやってみたいと、動画出したいと思いますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。